こんにちは、みちるです。いつもご視聴いただきありがとうございます。東京はまだ梅雨明けはしていませんが、急に暑くなってきました。恐れていた酷暑の夏がとうとうやってきそうです。そこで今回は夏本番を前にずっとやりたかったテラスの一部をプチ改造したいと思います。テラコッタの鉢を並べているスペースで5年目のレモンの木が今年も実をつけていたり、去年我が家にやってきたアガパンサスが今年もきれいに咲いてくれています。ただわがままに伸びているルリ祭りだったり、ちょっと汚らしくなってしまったスーパーアリッサムなどお手入れも必要でした。なので本格的に暑くなる前にここを素敵に整えていきます。まずは鉢のリメイクから。使用していない鉢を逆さにして、そこにコンクリート用の接着剤をつけます。そしてルリ祭りの鉢を乗せます。重たいので腰を痛めないように注意して、こうすることでレモンの木に隠れてたルリ祭りに光がよく当たってくれそうです。ルリ祭りは放っておくと放射状にボーボーと伸びていくのですが、支柱を設置して結びつけていくと壁を素敵に飾ってくれます。真夏でも爽やかなブルーの花をたくさん咲かせてくれて、しかも冬まで咲くというからこれからが楽しみです。今更と思いながら近所の花屋さんで購入した深い紫のアジサイ、これを飾るために別の2つの鉢を同じように重ねてリメイクします。このアジサイは剪定せずに秋色に変化していくのを楽しみたいと思っています。ここにアガパンサスを置いてみます。手前にもう少し植物を並べたいので、鉢のリメイクを続けていきます。組み合わせる鉢のテラコッタの色味が合わないので、ペンキで色をつけていきます。ベージュのペンキを霧吹きをかけながらムラができるように塗った後に、黒や白のペンキを適当につけて汚れた感じを出しました。接着剤でつけたら完成。シックな銅葉のダリアをここに。さらに大きい葉がインパクトのあるホスタを植えておくことにしました。最後にこのもじゃもじゃをリセット。この鉢に新たに植えるのはこのピンクの2つ。どちらも可憐な見た目とは違って夏の暑さに強い花なのだそうです。
さあ、このスペースのプチ改造は完成しました。鉢の高さを変えたことで空間にメリハリが出て、草花たちもより美しく見える気がします。さて、こちらのアジサイエリア、美しい色合いの花にとても癒された空間でしたが、梅雨が終わる前に剪定しようと思います。このブルーのアジサイ、買った時は真っ青でしたが、今はグリーンが混ざってきました。このアジサイも濃厚なピンクからくすみがかった色合いに変わってきています。この色の変化がアジサイの醍醐味ですよね。今年買ったこのアジサイ、小さな苗に花が10輪以上もついています。全部切ってしまわないで3輪だけ残して剪定しようと思います。花が一気に減ってしまって少し寂しくなりましたね。庭は寂しくなってしまったけれど、その代わりこの色鮮やかな花々がお部屋にやってきました。なんて美しいのでしょう。アジサイを生けるときはこんな風に茎の切り口を広くして中の綿を取るのがコツです。それでも花がしおれるときは茎を短くするのがおすすめです。さあ、生けていきましょう。とにかくたくさんのアジサイがあるので、家中の花瓶や容器を用意して生けてみました。